前回までの動画は東京から青森まで高速走行し、青森から室蘭まではフェリーで渡り北海道に到着。寄り道しつつ少し危険なスポットにも行きながら釧路まで到着しました。今回の旅の目的は道東を中心に回ることなので、釧路を出発して引き続き道東の秘境スポットを巡ります。釧路から東側に進んで根室方面に向かっていきます。本日はとある一つ大きな目的があって霧多布岬に向かいます。その目的というのは後ほどとして、道中前回にも訪れた涙岬にも寄ったりしながら北海道らしい景色も堪能していきます。寄り道はこれぐらいにして本日の目的を果たしに行きます。いきなりですが皆さん問題です。現在ラッコはどこで見れるか知っていますか？そこら辺の水族館に行けば見れるでしょうとお思いでしょうか？実は今はそんな簡単に見れないんです。何？日本で飼育されたラッコを見れるのは鳥羽水族館だけです。意外。あとは日本で見ようと思うと野生のラッコしかありません。鳥羽水族館まで行けば飼育されたラッコは確実に見れると思いますが、野生となると話は別。天候や波の状態、何よりラッコ本人の気分に左右されます。数の多い動物でもないし、見れたら超貴重な体験でしょう。
見れたらラッキー程度に思っていたので感動的でした。霧多布岬は海藻が豊かで、餌となるウニや貝類が豊富であることと、波が穏やかである条件が揃って、10年ほど前から目撃されるようになったそうです。撮影する際はルールを守りましょう。ドローンは禁止です。なんせ絶滅危惧種に指定されていますからね。何これ？文字化けじゃないですからね。ラッコウッド性漁獲取締法。これ、小竹正義感以外で引用したやつおらんのちゃう。ラッコはこの辺にして昼飯を食べないと。ラッコを夢中で追いかけてたらとっくにお昼を過ぎてしまいました。食べるのはラッコ鍋です。嘘です。ラッコ肉は独特の匂いで美薬効果があるという伝説。ゴールデンカムイのワンシーンでは同じ鍋をつついた男5人が相撲を取りましたよね。食べてみたい気もしますが、これがありますよね。ラッコウッド性漁獲取締法。現代では絶対に食べられない無理な話です。で、本当に食べたのは、近くの霧多布温泉ゆうゆで昆布ラーメンをいただきました。スープだけでなく麺にも昆布が練り込まれていて、うまいです。旨味成分の塊みたいなラーメンをぜひ。名前の通り、車やバイクで砂浜を走れます。石川県の千里浜渚ドライブウェイが有名ですが、北海道にもあるんです。ということで走ってみようと思います。入り口は特に案内などはなく、ここです。砂利道を奥に進んでみると、砂浜が見えてきました。これ、ゆっくり走ってるのは砂の硬さを見てるためです。どう見ても多くの車が走ってなさそうな感じなので、石川県のとはちょっと毛色が違います。オフロード感が強めですね。ここまで来れば結構硬くなってたので、全然大丈夫でした。それでは走ってみます。音声が取れてないのはすまんやで。ちなみに Y の車は FR です。無理はせず、危なそうだったら退散します。これだったら問題なさそうですね。こんな感じで結構ゴミが落ちています。避けながら行かないといけないので、あまりスピードも出せないです。途中かなり障害物だらけのところもあったりで、運転に慣れてない方はやめておくのが無難ですかね。停止するのは絶対ダメだし、かといってゴミだらけでスピードも出せない。スタックしない程度に安全に走るのが超難しいです。その手があったか。走りにくいところを走っていたようです。おお、スイスイですわ。こんな波打ち際でスタックするのも怖いので、急いで脱出します。まだ先まで行けたかもしれないけど、終了。砂が柔らかいので気を抜かずに。ちょっと危なかったですね。スタックが頭をよぎりましたが、軽バン先輩に助けられました。ヒヤヒヤして景色を楽しむどころではなかったです。オフロード車以外はやめておいた方が良さそうですね。やめとけやめとけ。
もう16時ですが、まだ釧路地区にいますね。さすがに移動しないと進まないですね。この近辺で宿を探そうとなると、根室か中標津ぐらい。天気予報を見ながらこの後のスケジュールを組み立てていくと、中標津になりました。スケジュールを柔軟にできるのも、行き当たりばったり旅のいいところですね。源泉かけ流しの温泉に入って、ジンギスカンを食べに行きました。本日は残念ながら天気はあまり良くないようです。小雨混じりの曇りといったところ。さて、本日は以前から気になっていた場所に行きます。ふと北海道の地図を見ていたら、こんな地形を見つけまして、しかもこの半島の先っぽまで道があるのです。ということで、本日の目標は、この先っぽに行ってみよう、ということです。半島の付け根までやってきました。野付半島の先っぽを目指します。何もない直線をひたすら走る感じです。ただ、両端はすぐ海という景色は面白いですね。あまり経験したことのない道を走るのは楽しいです。まさに秘境を走っている感じです。途中に展望スペースがあったので寄ってみました。さらに奥に進んでいくと、トドワラというところに到着しました。ここで降りてとある乗り物に乗ります。出ますんで、僕かなと思ったら次の聞けば出てくるかも。これ、見ていただければ。
もう少し先端の行けるところまで行ってみます。このまま5分ほど走ったところに野付崎灯台がありました。根室方面の少しマイナーな湿原に行ってみます。呉島湿原という動物や野鳥もいて、観光の人はほぼいない秘境感があるところになります。ただ一つ注意なのがオフロードだということです。入り口も特に案内はなく、ここを曲がります。ここから 2km ちょっとオフロードが続くので慎重に走りましょう。最初の方は比較的整備されていて走りやすかったですが、坂になっているところは石がむき出しになっています。慎重に走らないとバーストしてしまうので注意しましょう。明日は屈斜路湖あたりに行きたいので、そっち方面の宿にします。やっとオフロードが終了しました。やっぱ舗装道路は走りやすいですね。ここから2時間弱、100km ちょっと走ります。美しい夕焼けを見ながら走れたのはラッキーですね。郊外は閉店が早いので、途中の手鹿町で夕食を食べました。洋食屋のキッチン食いしん坊。この日は少し冷えたのであったかいもので、ビーフシチュー定食をいただきました。言わずもがな、見た目からしてうまいに決まってるでしょう。引き続き同等を周遊しますので、チャンネル登録をして次回動画をお待ちください。ほな。